すいません、運転手さんお願いします。僕先失礼しますね。あ、僕もちょっとじゃあ同席させていただいて。まさかね、はい、帰り道が一緒だと思わなかったですね。そうっすね。なんか嫌な飲み会でしたね。結構ね騒がしい感じで。プロゲーマーとミュージシャンどっちもこうなんか酒癖悪そうな感じありますもんね。結構ね、まあなんかコールとかが鳴り響いてちょっと嫌だなって感じで2人で抜け出しましたけど。どうですかゴーさん、そのゲーマー関係のご友人とご飯行ったり飲み行ったり遊んだりみたいなのってあるんですか？いやありますよ。いやありますけど、はい、なんかそんな大勢でなんかわちゃわちゃしては、ガチでいかないですね。 4,5 人多くて、いや 4,5 人でちょっとなんか汚めのバーでなんかちょっと飲んじゃうみたいなのはありますけど、そんな大勢いたら管理できないもんだから、それこそもう今のインターネット社会危ないですよ。まあいろいろね、物騒なね世に出てくるのありますもんね、カクカクしかじかがね。そうですよ。ねるさん、はい、そんな抜け出してきましたけど、はい、なんかあんまりどっぷり話すこと今までありませんでしたから、ねるさんと。そうなんですよね。なんかね、お互いこう多分認識はしてたと思うんですけど、いやそうですよねるさんはもう、なんかね、すごいこの狭い空間緊張しますよね。いやそんな男2人狭いタクシーの中で同じ屋根の下、何も起こらないはずもなく。いや僕の方が緊張してますよ、それで言ったら。だってねるさん正直だって、認知というか名前を見たのはそれこそ小学生とか中学生ぐらいの時からですから、僕は。いやありがたいっすよね。めちゃくちゃすごいっすよ。だって結構僕ね、それこそいろいろ楽曲を作られてると思うんですけど、ボカロもやられてると思うんですけど、結構ニコニコ見てきて育って、それこそ、もう最近もカラオケ友達と行きましたけど、ロストワンの豪国は歌いますし。ありがとうございます。それで食わしてもらってるんでカラオケのねお金で家賃払わせていただいてそうなんだ。なんか聞いたことあるけど、ネットで1曲1円ですみたいなやつ、あれで本当に入ってくるって言ってる人初めてです。いやもう皆さんが実質ママみたいなもんですよね。食わしてもらってるんでちらつくな今後。じゃあねるさんの顔が、いやなんか、いやすごいっすよね。でそれこそなんかいろんな曲聴かせていただいてますけど、色あせない、未だに歌っちゃう。いやありがたいっすよね。青春感じますもん。だって豪国っていう文字あそこで学びますから、基本的に。聞きますね。みんなはそこで学ぶだろうな。国っていう漢字が難しいから、難しすぎる。器っていう方の木で覚えてる人がいてYouTube でロストワンって検索すると、サジェストどっちも出てくるんですよね。豪気が出てくるんですよ。あ、そうなんだ。頑張ってたんだろうな、当時の小中学生あたりの子供たちは。大人になってもね、国って国使わないですもんね。使わないです。一回も使ったことないです、俺。そういうのあるんだなっていうので。でもなんかそういうお話を、それこそプロゲーマーの方とかって、ミュージシャンと全然接点ないじゃないですか。全然ない。だからなんかなんだろう、いまだに実感がないというか、聞いてくれてる人がいいんだみたいな。所詮は俺たちインターネットを介しちゃってるから、顔もね、相手が誰なのかも分かんないし、なんかね、ゴンさんとこう知り合えたっていうのね、すごいっすよね。なんか俺も逆に、やっぱり一バロラントプロゲーマーとしてそうやってましたね、僕。アイアン隊のクラッシーズって言われてますから。アイアン隊のクラッシーズ、ムンバイの英雄と言われてますから。嘘、ここにいたんすね。やっぱり僕もね、日々研鑽をしてますから、毎日バロラントで。もう毎日やってるんですね。もうっていう中でベンチマークとしてやっぱりゴンさんは日本を代表する一人じゃないですか。いやそんな大層なもんじゃないですけどね。もうだって国内で、なんだろう、コントローラーナンバーワンってゴンさんですよね、多分。いやだいぶ角立ちますよ、そんな言い始めたら。
でも僕多分ゴンさんを認識したのって、はい、2022年からぐらいだと思うんですけど、その大会に選手と出演されてる時から。嬉しいですね。結構最初の方っすよ、そんなのですかね、うん、その時から確かゴンさんエージェントが結構もう今風木系だったなって認識は、記憶間違ってたらごめんなさいね、確かそうだった気がするんですよ。それしか使えないんで僕で、たまになんかちょっと変わり種の戦える系が入ってくるみたいな。戦える系のやつね。何でしたっけ、シールドのやつなんだっけ。やってないじゃん。ちょっと待って、毎日やってますよ、ね、射撃訓練場で終わってるんでオンラインゲームじゃないですか、はい、結構怒られるんですよね僕。怖くて街カイドがボカロ界のレジェンドが、もうビクビクしながらバロラントやってるんですか。はいそうなんだ。相場トロールみたいなあれトロールみたいな聞かれてビクビクみたいな、怖いと思ってでもなんか射撃訓練場終わり泊まりですボットと対面、はい、嘘でしょ。だからもうそこもボカロとつながってるかもしれないですね、機械とみたいな。まあ所詮はねやっぱり僕たちはね、気質がネクラというか。すごい下げる。ボカロ P 全体を下げていくでも僕だから昔からゲーム自体好きなんですよ。でなんか僕がそれこそ子供の頃とかの、はい、そういうプロゲーマーみたいな人たち多分黎明期ですよね。はい、そうですね。なんか僕の中ではオタクのイメージは結構あったんですけど。そうですね、僕もそのイメージありました。なる前はめっちゃ、最近そのストリーマーさんとかすごいじゃないですか、伸び方が。めっちゃすごいっすね。で僕も配信が結構見るんですけど、はい、結構なんか根やかな人が多い。本当っすか。変わったっすよね。でも確かにめっちゃ元気な人多いっすね。見てて楽しいですもん。ネクラな人がなんかね言っちゃあれですけど、はい、なんかゆっくりなんかボソボソみたいな感じで喋っててもまあ結構、はい、まあそれはそれで味で面白いと思いますけど、やっぱ根やかな人見たいっすよね。でもまあなんかそのつられ笑いしちゃうみたいな時間結構面白いじゃないですか、配信見てて。楽しいです。これやっぱり明るい人の方が有利なのかなとか思ったりしますよね。いやでもネルさん喋っててめっちゃ明るいなって思いますけど、僕も根からの根クラスね本当っすか。今日だから一緒にこうなんかご飯させてもらって今タクシー乗ってるじゃないですか、はい、もう外出たの1ヶ月ぶりとか下手したら。マジっすかやば。肌の色の違いやばくないですか。やばいっすマジで真っ白すごいな。ゴンさん逆にだからなんか普段その配信とか僕見させていただいてて、いやありがとうございます、嬉しい。なんか全然なんか同じインターネットの僕らソルジャーじゃないですか。インターネットソルジャーインターネットソルジャーとしてやらせてもらってますけど、なんか出身の村が違うなみたいな。嘘そんなことないですけどね。いやでも僕は結構その活動とか始めてから自分のことめっちゃ好きになりました。それはなんかきっかけとかあるんですか。なんすかね。なんかみんながなんか注目されるようになって、はい、嬉しいみたいな、わかんないですけど、承認欲求かわかんないですけど、どんどんなんか自信ついていって自分のこと大好きになってみたいな感じでしたね俺は。なるほど。どうです？変わりました？いやどうすかね。なんか曲って、はい、もちろんコメントいただいたりとかね YouTube とかニコ動とかであるんですけど、なんかそれも結局なんだろう、相手が人が書いてる感覚ってあんまりなくて、なんかすごい割と一方通行な作業な感じがしててちょっと待って、ネクラすぎるネクラすぎるな意見が。配信とはなんか違うんすかね、勝手が。なんか僕はすごく孤独な作業を嘘十数年そうなんですか。割とだからそうなのか。でイベントとかで合わせていただくじゃないですか。聞いてくださる方来てくださって、ありますよねそういう機会も。お前たち生きてたんだみたいないたんだって人だったんだみたいなそこでわかるんですね。いやボットかもしれないですからね人気ないゲームみたいなね、パブ G の2番ステージのゲームとか全部マッチングする99にボットじゃないですかそうですね、はい、あんな感じのイメージだったんですね。割とそうなんか影が見えないというか。そうなんだ、はい、でもいいっすけどね、そのなんかそのアーティストの人とか、はい、でもこっちからしても見てる側からしても、はい、素性が分かんないというか、はい、
本当に生きてんのみたいな感じなんですよ。まあ謎めいたみたいな人だとね、顔出ししない人だとね。そうっすよ。それこそ SNS とか全然やりませんよみたいな人多いじゃないですか、アーティストの人って。そうですね。でなんかそれが逆にちょっとかっこよさありますけどね、僕的には。ずるい仕事ですよね、ミュージシャン。ねえ、ちょっと待って、アコギな勝負。いやだから僕も SNS はやってるんですけど、はい、顔出ししてないじゃないですか。そうですね。から確認作業できないわけですよ。自分がネルですってこうなんか自己紹介しても。確かに。そこ逆手に取られたことあって。なんか友達の友達が、はい、なんかすげえ小太りのジジイと接触して、はい、なんか俺がネルだってなんかそういう言ってきた、近づいてきたみたいな、なんかそういうのもあったりして、面白い。まあだからずるいなと思う反面、まあそういうリスクもあるみたいな。いや恐ろしい話ですよ。そんななんかそういうビジネス的な詐欺なのかわかんないですけど何されるとこだったんですかね、そんな。なんか惑るんだったらせめてこうなんか身だしなみぐらいは整えてほしいななんかそれこう小太りな人がネルだって言われて一致されるのもちょっとなんか悲しいじゃないですか。俺ってそんなイメージなんだみたいな、それ納得しちゃうんだみたいな。なんかね、それで広まんなくてよかったっすね、今思うと。そう、それはなんか連絡くれて、なんか小太りな人は今日接触したんだけどこれネルさんって合ってるみたいなで友達が「いや全然ネル君そんな人じゃないよ」みたいな大変だわ、めちゃくちゃ、そんなん言ったら。顔出ししてないとやっぱそういうね危ないことはありましたね。そう考えたら顔出ししててよかったな。でもあれじゃないですか、そのゴンさんそれこそねまあ、プロ選手としてもすごかったし、今ツイッチで配信されてて僕も見てるんですけど1万人以上とか見てるじゃないですかいつも。まあそうですね、運がいい時は。で1万人日本人集められる人本当片指で数えられるぐらいですよ。マジですか。そうなんですかね。相当なんか今ポジション的には人気だと思うんですよ、客観的には。いやありがとうございます、そんな言っていただいて。ってなった時にそれこそ今日タクシー捕まえるここ歩くじゃないですか普通に道をそうですね、道歩きますね。気づかれたりしないですか？めっちゃあります、正直。ありますよね。最近めっちゃ多いっす。それこそなんか、タクシーを家の近所で呼んだ時とか、ちょっと待ってみたいな。やばくないですか？運転手の人がちょっと待って、動画やられてますみたいな。確認作業から入るんで、まあこっちとしてもやっぱ隠す理由も別にそこまでないんで、一応やってますみたいなことなんかちょっと透かしてちょっとやってますねちょっとみたいなこと言っちゃったりして。嘘つけないですもんね。嘘つけないですめちゃくちゃでも最近ありがたいことに声かけていただきますけど、みんないい人っすねマジで。よかったですね本当に。逆にネルさん当てられたことあるんですか？ネルさんっすよねって。ないっすね、やっぱり。1回だけ学生時代の時に実家の家のそばでなんかカフェみたいで学校のレポート返した声かけられたことあります。ネルさんっすかって。それが1回きりっすね。すごっ。なんで分かったんですかそれ。なんかその時にライブ系を結構出てて、それ見に来てくれた視聴者の方らしくて、すごっ。それで顔認識されてたみたいな。もう多分僕15年ぐらいやってると思うんですけど、その中でその1回きりっすね。そうなんだ。その時はそうっすって言ったんですか？嘘ついたら感じ悪いですからねそれ。いや違いますみたいな誰ですかあなたみたいな感じ悪いですからね。確かに僕も一番最初に声かけられた時ってめっちゃ印象に残ってるんですけど、それこそなんか大学生で、僕もうこれ言ってるんですけど駒沢大学にいたんですよ。駒沢大学っていうところにいて、でなんか俺何も考えてなかったんで、もう今日の飯はこれみたいな感じで学食を開けてたんですよ、ストーリーに。今日飯これ食っちゃうよみたいな感じででまあ言うてもまあなんか活動はちょっとしてたんですけど、まあ、動画も言うて 1,2 本は言い過ぎか、まあ、5本ぐらいしか出してなくて結構ディープな感じだったんですよ。でまあ言って大丈夫だろうってあげてたら、急になんかめっちゃ走ってくる男がいて、結構ガタイも良かったんですよ。怖いっすね。ガタイいい男走ってきた怖みたいな思って、そしたらゴンさんすかみたいな言われてで僕当時なんか3人ぐらいで固まっててなんか、ダリーナみたいなレポートダリーナみたいな感じで飯食ってたんで、ちょっとなんかその2人は、僕の活動知らなかったんですよ。なるほど。だからなんかどうしたみたいになって俺もなんか何みたいな、なんか違いますよ感出しちゃって、なんか俺も怖くて
でなんかその時はゴンさんですか、違いますって言っちゃったんですけど、あれ今でもちょっと後悔してますね、申し訳ない。あんな勇気出して多分話しかけてくれたのに、違いますって言っちゃってすかして、あの時の、少年よかったらなんか声かけてくださいと思ったんで、今でも結構覚えてますねそれは。友達もでも全然わけわかんない感じですよね。だってそのゴンさんの実際のお名前と、ゴンって多分ね全然関係ないわけじゃないですか、そうなんです、本名じゃないんで実は、そうなんですよね。ならゴンって何みたいなの、ハンターハンターみたいなそうめちゃくちゃそういう感じっすね今思うと。確かにハンドルネームちょっと扱い難しいですよね、逆にネルさんってなんでネルさんなんですか？僕は初めの時に投稿する時に初めて俺名前決めてないってそこで初めて気づいて。そうなんですね。後からタイプだ。そのままポンって動画上げるわけにもいかないから、でキーボードあるじゃないですか目の前に、キーボードを見た時にネとルがキーボードなんていうんですか、あれがカチカチが隣同士になって、ひらがな入力、ひらがな入力ですか？さすがにローマ字なんですけど、ローマ字ですよね、ネとルローマ字アルファベットと下に書いてあるじゃん、ひらがな、そこネルってあって、ここ言葉になってると思って、これにしようって言葉になってんの？ネルは寝ますみたいなこと？寝ますよみたいな、寝るよみたいな、別に何も意味考えて腑に落ちてないじゃないですか全然違う。何も考えてないですよ。だからそうだったんだ、気づいたらもうネルとして誕生していたみたいな。そうですね、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でもなんかやっぱり名前って呼ばれるわけじゃないですか、他のボカロ P 名前挙げて申し訳ないんですけど、例えば春巻きご飯っていう活動をしてる方いて、春巻きご飯くんって名前めっちゃいいじゃないですか。なんか可愛いっすよね、なんか俺もそういうのになんか最近あるじゃないですか、アーティスト名とかでもちょっとそのグッとくるような系、グッとくるようなアーティスト名ね。なんかネルじゃなんかもうちょっとしとけよかったなみたいなの思いますよねそんなことを思いながら暮らしてるんですか？調べたらね、いろんないろんなネルがいるんで。でも確かに競合でもそれで言ったらゴンも結構強いっすけど、ゴンはそうですよね、負けますから基本。ハンターハンターいや絶対勝てないですからねそんなゴンに。いやでもそれは思います、俺も。でも覚えやすくてよかったなと思います、2文字だから。確かに呼びやすいゴンさんって。いやそこだけは本当に昔の俺がナイスプレーだなとは思いますけどね。なんか語呂いいんすよね。だから、昔から VCJ 見てたじゃないですか、ツイッチ見てたんですよ、もうだからでゴンさん当時 CGZ で選手なんかやってもうめっちゃ見てて、もうクラッチプレーとか関係なく、ゴンマシーンてんてんてんゴンマシーンみたいな僕ずっと連投しててそのアカウントバンされちゃったんですよ俺いまだに VCJ 僕そのアカウント見れないんですよ何してんですか連投してたらバンされちゃっていやなんかだからすごい打ってて、なんかゴンのこうなんか収まりの良さみたいな、いやゴンマシーンって言いたくなるんですよね、てんてんてんあれいいっすよね。あれね、今あんま出ることないですけどね、あれね、なんかあれですよね、なんかその最後フェンデルで選手やられてた時はもうゴンさんがすごくなりすぎてて、だからいじりにいけないみたいな感じになっちゃってたんですよ。いやそんなやめてくださいよ。コントローラーの鬼みたいになってたから、コントローラーの鬼みたいな、多分みんなそう空気的にゴンマシンできなくなってたんですよ、ね。そうでしょう。ゴンマシンもあれあんま広めないでほしいんですけど、あれ全然自分から言い始めましたから、あれ。結構狙ったんですか？もう狙いでなんか普通ね、なんかポッと出てそれが広まっていくみたいなかっこいいパターンじゃないですか。ミームはね、いつになっても出てこないんで、それが、自分から出していきました。なるほどなるほど。それこそなんか友人に、結構神の子って言われてるやつがいるんですけど、デプさん。はい、そうなんですよ。神の子ってなんかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいですね、あれ。そういうの欲しいなってずっとやってたんですけど、出てこないから。ならもう自分からゴンマシン書体とか変えちゃって恥ずかしい話ですけど。神の子とゴンマシーンででも全然なんか温度感違いますゴンマシーンこうなんか明らかにいじりにいってるかもう差し込みにいってるからゴンさんに俺たちは、ゼロキルで死んでも言われますから、ゴンマシーンって、あれみたいな、なんか使いどころ間違ってるみたいな思いますけどめちゃくちゃだからネルさんももしかしたら今後の
まあ、生活次第では、まあ、そういった言葉が生まれてきてもおかしくないですから。でもボカロ P もいるっすよ。異名みたいな。今は結構廃れちゃったんですけど、昔ニコニコ動画でボカロ流行ってた時って、P 名プロデューサー名を視聴者につけてもらうって文化があったんですよ。へえ、そうなんだ。例えばピノキオ P さんとかそうなんですよ。そうなんですね。あれって初投稿の動画の作風だったり、動画の説明文に書いてあるところを視聴者がいじって、名前をつけるんですよ、視聴者活動名を。それをタグに入れて、投稿者がタグロックしたら受け入れましたよって合図で、お互いこうなんていうんですか、こうあうんの呼吸があって活動名が決まるみたいなのがあってそうなんですね。でもやっぱりそうすると今度 P 名欲しいって言って、視聴者でもつかないから自分で勝手にタグに入れて、それ自分でタグロックして活動名にするみたいなせこいやつもいましたよ。あたかもつけられましたみたいな。そう演じてるやつらいましたね。その文化面白。なんか今そのゴンさんの話でそれ思い出したっすね。いいっすよね、そういうつけられる系の名前。でもなんかありましたよね、そのなんかネルさんもなんかなんかなかったでしたっけ、他になんか異名みたいなやつ。僕も一応初投稿の時に動画の説明文に、ボーカロイド買ってずっと押し入れの中に眠らせたんだけどっていうので押し入れ P で名前つけていただいたんですけど、僕はゴンマシンと違って定着しなくて、ゴンマシンしてくれなくて視聴者がそのネルになっちゃったですね。ネルになったんですよ。ネルが勝っちゃったんですね。そうですね。本当にそうなんですね。へえ。ゴンマシンのその策略に僕まんまと乗せられてたですね。じゃあめちゃくちゃもう試合始まる前からプリーズウェイトの画面の時からもう連投してましたそれバンされるわ。そんなやつバンされますよ全然。VCJ さん返してください、アカウント。いやおもろ、むちゃくちゃコメントとかするタイプなんですね、ネルさん。いやなんか普通の視聴者コメントみたいなのあるじゃないですか、指示中みたいな。ああいうのはしないんですけど、僕結構嵐が好きなんですよね。やばいやつと同席しちゃってるわ。じゃあ連投好きで連投好き。連投めちゃくちゃ好きで。最悪だなそんなの。ゴンマシンはだから、連投カルチャーの当時の、もうトレンドのメインストリームだったんですよね。主流、その連投嵐たちはとりあえずみんなそこを餌にこう連投界隈では結構好評だったんですね、あれは。そうですね、だいぶ助けていただいたっすよね、もう。ゴンマシンに救ってたんだ、連投界隈。そうだったんですね。まあでもだから全員釣り針に釣られたってことですね、ゴンさんのまんまと。じゃあもうそれ以外ももしかしたら、だからネルさんは連投してる場所もあるかもしれないっていうね。友達のボカロ B 結構ツイキャスあるじゃないですか、別のサイト、ツイッチとは違うんですけど、やってる人多くて、友達やったら絶対荒らしに行きますね。最悪よ、もう最悪よ、そんなの。荒らし行っちゃうんすね。荒らし最近はルンバ、なんかルンバの顔文字みたいなのあって、それになんかご主人の様のために頑張るぞみたいな書いてあったら俺どっか YouTube かなんか見つけてきて、これめっちゃいいと思って、それをめっちゃ連投してます。ツイキャスで俺。そうだったんだ。なんか連投してるやつって本当どんなやつなんだろうって俺ずっと思ってたんですけどネルさんみたいな人連投してるんですね。僕はもう大好きっすね。めちゃくちゃ普通っぽい感じだったんだけどな、ネルさん。逆にゴンさんって、自分で活動されてない時、配信されてない時って、他の活動者の配信とか見たりします？めっちゃ見ますよ。どういう系見るんですか？それこそ昔からニコニコで活動してた実況者の方とかの配信めっちゃ見ますね。じゃあもう FPS 関係なく見た？関係ないですね。 FPS なんなら見ないかも。バロ見ないんですか？そうっす、やっぱだから自分以外のエッセンス入ってほしくないかから。っこいいちょっとプロや。いやバカにしてる間だった今。刺さるな。ちょっと待って、ゴンマシン連投の顔で出してましたよ今ネルさん一瞬。もうでも今ゴンマシン感ありますね。バカにしていじってんだ。でもなんかゴンさんそれがなんかいじられ系じゃないですか。まあちょっといじっていただくこともありますけど、巷では。デップさんとかってやっぱ、ちょっとこうキッてしてる感じがあるから、視聴者的にはいけない、刺しにいけないんですよ。友達のねキリッとしてる方いるんですけどね、結構ね。
まあそうですね、俺も、まあ、いじりにくいですね、確かに彼は。やっぱなんかそのゴンさんとなんかデップさんやっぱそこが違うと、なんかデップさんはプロゲーマーだけどアーティスト寄りのオーラ出てる気がしますね。わかります。米津玄師みたいな、出てる気がする。いやでもそういう人がねちょっとねなんかねいじられたりするとちょっと受けたりするんですよね。なんか可愛いんですよね、デップさん。ああ、なんか慣れてないみたいな。そうそういうところもね見てほしいなみたいな。まあはいということそうっすね。なんか僕そろそろね一応プロゲーマーやらせていただいてるんで、そうそうボット打ちしに行かないと。もう今日のね研鑽をなんだろう、楽器もゲームも一緒だと思うんですよ。1日サボると3日分下手になるみたいな。ああ言うわ、楽器でもそうなんですねそれ。 FPS も言います。テニスで言われたことあります、テニスでFPS ではまあ体感したことないですじゃあまあ僕にとってバロラントはねテニスみたいなもんなんで帰ってやらせていただきますよ。一番ネルさんのね知ってる方からしたら意味わかんないこと言ってますから、バロラントとテニスで、いや一応ね今日もアイアン隊の部屋を守らなきゃいけないんで、僕がいなくなったらとんでもないですからアイアン隊なんていうのはね。本当にね、さすがにバロラントではね全体チャットでちょっとなんか連投とか勘弁してくださいね。もうアカウント一回バンされちゃってんでバロも。ちょっと待ってくれ。もうやばいです。だから後がないんで気をつけます。大丈夫かな。運転手さんちょっと今のはあんま聞かないでおいてほしいんですけど。P ですいません運転手さん。じゃあちょっと、じゃあボット打ちの感じも5分ぐらい見ていこうかな、ネルさんちで。ねアドバイスもらってまたなんかこういう機会にヒアリングしてくださいよ。ちょっと見に行きますわ。じゃあ次の信号を渡った先でちょっと止めてください。はい、お願いします。はい。おっすということで、はい、今日はじゃあ、僕ずっと行きたかったイタリアンがあるんで、しゃれてんな。そこにお連れしたいと思います。いいですね。ビスマルクが美味しいんですよ。しゃれてるわ。ビスマルク大好きで。ビスマルク好きなんだ。いいね。ピザだったらビスマルクかなっていう。ピザね、やっぱうまいよね、ビスマルクも。何好きですか、ピザだと。ピザだとそうだね、照り焼きチキンかな。結構ジャンキー。あるかな。ちょっとおしゃれなお店だから。おしゃれだとないんだよね、大体ね。宅配ピザの方ですよね、どっちかっていうと。そうだね、ピザーラの方だからね。いやということで、なんかまあでも、ね、結構こう共通点が多いゆえにかなりもうね、かれこれ3度目ましてだけど、仲良くはなりましたよね。結婚してんだっけ？してないっす。彼女はいるんだっけ？いないです。じゃあ一人独身？めっちゃ独身っすね。俺も独身なんだよ。もうかなり自由に今生きてますね。だから
結構でもそのさもう30を迎えるじゃん、はい、我々間もなく、はい、においてのさちょっとこういろんな価値観の変化があるじゃん、なんか仕事詰めだけじゃなくてちゃんと趣味も持たないといけないなとか、なんかそれこそカンタさんに言われたんだよなこの前何言われたんですか？まあね僕も君たちみたいに20代の頃はもう仕事しかなかったけど、まあカンタさんも結婚されて、今は結婚してもう土日は必ず働かないようにしてて、家族との時間をちゃんと取ってて、なんか登山に行ったりとかしてるんだって。もう自分も働きすぎない、ちゃんとやってる会社も自分のワンマンにしすぎず、いいバランスで関与するし、っていうこのなんていうの大人のワークライフバランスみたいなものをなんかもう最近そうなったんだよね俺はみたいな、なんか上昇志向もある程度落ち着いてみたいなことを言ってて、まあなんかそこに突入していくんだろうなっていう。ちゃんと突入できるのかな。まあ、それはね俺もまだね分からんというかねそんななんかさやっぱ仕事大好き。まあ好きかな。休みある？なんか何をもって休みというかは結構怪しい部分があって、まあそれこそ多分岩田さんも分かると思うんですけど、その企画考えたりとか、なんかそっち系ってなんか日常に転がってるヒントを拾って作るじゃないですか割と、なんかふとこれ面白いなとか、別にそれはたまたま見た SNS の投稿かもしれないし、パッとなんかつけたテレビかもしれないし、なんかどこに転がってるかも分かんないから。そっか、仕事してるの概念が難しい。僕はデスクに向き合う以外のなんかアウトプットだけが仕事じゃないって思いたい。まあコンテンツ見てる時とか、なんか見に行ってる時もインプットのまあ仕事につながってくる。そういうことです。まあ、確かにな。俺もその企画考える時俺必ずサウナに行くんだけど。サウナ大好きで、もうサウナで整ってる時に一番企画が生まれてくるんだけど。考え事してるってことですか？じゃあしてる。なんかサウナ、まあ、意図的になんかサウナってさ、サウナ好きっす。整ってる時になんかさ、昔付き合ってた彼女のこと思い出しちゃったりとかするじゃんちょっと分かんないかもなそれ。なんかそこ同意できないなちょっと。いやサウナはなんか整った時に本当に今自分が考えていることの根本的なところがふっと考えちゃうのよ。なんか余計なことがない感じですか？なんかそぎ落とされてる感じ。そう、本当の自分と対話してる感じ。なんかこうしなきゃいけないとかどうとかもなく、ふとなんか自分の今の根本的な考えとかなんか思ってることとかがふと浮かんでくるみたいな、なんかそんな感じのイメージがあるのよ。なるほど。だからそういうだからなんかめっちゃ変なこと考えちゃったりもするのよ。とか汚いこと考えちゃったりもするんだけど、それを全部いや今そんなこと考えてる場合じゃないっつって、いや今この企画のここの部分考えないとって言って、そっちに入ってってめっちゃ考えてるみたいな。なんか整ってる時あんまないアイデア浮かんでくる。僕整ってる時はすっごいぐるぐるするなみたいな、すごい前でんぐり返しみたいなことばっか考えてますね。まあそうだよね、ふわふわっとして、その時がなんか自分の脳が一番冴え渡ってる気がして、そこの時にもう入りたくないよって思ってる時もまだここが思いついてないからもう一なるほど。全然あるな。だそれも俺の中でもめっちゃ仕事してんの。むしろ一番サウナがしてるまであるだけど密度的な話をしたら、そう見てくれで言うと本当にただこいつサウナ好きなんだなってしか思われないから何セットも行くやんこいつっていうにはなるから、難しいっちゃ難しいよね仕事の。なるほど。アイデアはどこで出る？僕は結構マジ日常生活で拾うことが多くて、ふとでもそれも受け皿を用意してるんですよいつも。なんか漠然と
主には例えばじゃあ映画見ました、なんかイベントに参加しました、いろいろインプットした時に、いいな俺もこれ作りたいなって思うじゃないですか。なんか、面白い真似したいみたいな、でも、直の真似はできないんで、一回僕はよく要素分解をするんですね。これはなんで俺がこの気持ちになったんだろうみたいな、自分の感情ベースで、俺がこの気持ちになったのはこういう部分があったからだみたいな、でなんかそれを全部バラバラに分解してみると、じゃあこれとこれだけ使おうとかで、前これでこの映画で見たこの要素入れてみようとかって言って、なんか作っていく感覚なんですよ僕は。企画とかは割とロジカルにこう組み立てていくみたいな。そうですね。結構そういう作業なんだ。これはめっちゃ良かったけど俺に刺さってるだけだから一回のけますみたいな。なるほどね。もうちょっとその大衆向けを考えるんだったらここの要素が大事でみたいな、で最後にじゃあ俺のエッセンスをパラリみたいなニュアンスで作る。なんか料理のイメージが近いですね。いつも企画作る時は、美味しいもの食べてこの食材が美味しいななのか、じゃがいもが美味しいのかルーが美味しいのかお米が美味しいのかは、食べた時の感想自分に聞いてみて、じゃあこのお米使おう、でもいやカレーはちょっとこれすぎた、ちょっとハヤシライスにしてみようみたいなことをやる感じですね。だから日常的にこの分解癖があるというか、めっちゃありますね。これはこういう要素がこうなってこうなってんだっていう分析して、それが多分インプットとしていろいろこうなんていうんだろうな、残っていくというか、アーカイブとしていろいろ残っていく中で、こういうのやりたいってなった時にその引き出しから引っ張ってきて。そうですね。だからたまに言われるのは、なんか多分人一倍ちょっと記憶力はいいんですけど、引き出しの整理が多分得意で、タグ付けしてるんですよめっちゃ。整理整頓できるんだ。入れる時に、インプットする時になんかめちゃくちゃこうタグがついてるんで、なんかこうこれ欲しいなと思った時に頭の中でタグで検索するだけでパッてそのあの映画のこのシーンの演出良かったみたいなポンって出たりする。そうなんだ。インプットはじゃあ結構多いタイプ？年映画は、最低でも100は絶対見るようにしてて。それすごいな。でももうちょっと増やしたいなと思ってるんですけどね。いやすごいな。インプットねめっちゃ苦手分野で、ほぼできてないから。逆に普段は何をインプットその元にしてんですか？だからインプットっていう概念があんまないんでね。なるほど。ライブラリがないから、どっちかって言ったら多分一本の本を何回も見たりとか、一つの映画を何周も見て、なんかだから結構その引用元はほぼ一緒だったりするんだよね。なるほど。結構そのいろんなところから見てこうやれる器用さがないから、なんか好きなものばっか見ちゃうし、好きなものばっか遊んじゃって、でもそこの中で何かしらは濃く持ってるとか、なるほど。割と抽象度高いところで捉えられてるから割と汎用性があるというか、なるほどな、応用が効くみたいな。ちなみにそのなんか繰り返し見てる何かは何なんですか？タイトルで。映画だったら本当申し訳ないけどタイタニックだね。タイタニックは本当面白いよね。何回も見る。見ちゃうね。何回も見ない？僕は割と1回ずつかな。そうか。人に見せるとかで人におすすめするときに一緒に見るで複数回見ることはあります、けど一人で何回も見る作品は結構限られてますね。ありはします。そのメモったりもする？これはこうとか。めっちゃしますね。映画一人で見てる時とかは、それこそ最近サブスクもねいっぱいあるじゃないですか、いろいろ。だからなんかネットフリックスとかで見てる時とかは基本的に途中で止めて、脚本考えるのが好きなんで、この先俺だったらどうするかをバーってメモるんですよ。こうなったら面白いなみたいな、あの要素使える、この要素使える、伏線とかね、そので見てみて、おおむね合ってた、確かにそこも拾えたなとかもあるし、逆に僕の中でちょっと期待外れだったなみたいなこともある。こっちの方がいいのにっていう。そうでもこっちの方がいいのにはもうその時点でアウトプットが成立してるんですよね。これはその土台がそれだったからそうなっただけで、なんか代入するもの変えたらまた自分の新しいクリエイティブになるんで。なるほどね。でインプットとアウトプットを両立するために、なんか映画途中で止めるみたいなのはたまにやりますね。それはさ、その楽しくてやってんの？職業病なの？
その意図的にインプットアウトプットをしないとっていうその使命感でやってるのか、それを推理するのが楽しくてやってるのか、どっちなの？でも推理するの好きかも。じゃあ好きもあるんだ。好きよりかな。だって見たくてしょうがないわけじゃん、その先の展開は本当はそれ一回止めてるってことだもんね。でもこれなんかルーツあって、家の近く、もともと地元の近くにちょっとデカめのツタヤあったんですよ。本当に昔のツタヤなんで、だから、今のなんかおしゃれなツタヤとかじゃなくて、本当にレンタルビデオショップとしてのツタヤがあって、あったね、その時代でいつだったかな、学校の帰り道とかにあって、小学校とか中学校ぐらいの頃ですかね、でも別に自分でなんか小中で T ポイントカード持ってないから借りれないじゃないですか、自分では、ってなってた時にいつも行ってこうあらすじを見てどんなお話なのかを想像するっていうのをやってたんですよ。へえ、なるほど。例えばホラー映画とか怖くて見れないけど、なんかホラー映画知ってたら面白いやつだと思われそうだと思って、ホラー映画いろいろ取り出してみて、後ろのパッケージとか、キービジュアルとか見て、こんなお話なのかなみたいなことを思って戻すみたいなことをたくさんやってたのが多分ちょっとルーツに近いかも。確かにな。幼少期のルーツって結構あるもんね、多分残っちゃうんで、癖として。確かに。でも本当になんか大人になってくるとさ、幼少期のなんていうんだ、あれのままてか体験ってすげえ重要だったというか、なんか周りのメンバーとか見てても本当になんか中学校の頃のが現役だとして、それをこう薄めて大きくなってる液体というかねこれなんかもうみんなそうで、同窓会とかでもあってもそうだし、結局幼少期のそのすっごく濃い原体験の現役の部分がなんかいろいろ大きくなって、その解釈面白いな。今につながってるだろうなとはすごい思うんだよね。確かに幼少期の原体験を希釈したものが成人であるという。結局この現役の味とか色とかあんま変えられなくて、これをいかになんか何と混ぜるかとか、どう薄めるかとか何で割るかみたいな話でしかない気がしてて、確かに結局なんかそこの現役はねやっぱ抗えないだろうなっていう。いい表現だな。だからあんま無理をしないみたいなのもちょっと思ってて、多分ちっちゃい頃から別にそんなになんかいろんなコンテンツ見るタイプでもなかったから、結局インプットもそんなになんていうの好んでできないというか、結構苦痛になっちゃうから、無理して今めっちゃインプット増やさないとっつっていっぱい見てもなんかそれは違う自分、だから昔から確かに1個のこととかをずっとやるの好きだったから、だったらそっち極めた方が自分に合ってる努力だろうなっていう。でもそこも確かに差異ですよね。僕は無理なんでそれ。なんかいろいろ手広くやってる感の方が落ち着くというか、逆にすごく飽き性ではあるので、結構なんかね長期プロジェクトとかもあんま得意じゃないんで、割と半年以内にまとまってた方が好きとかはあるんですけど、マルチタスクはいける人？いけると思ってたんですけど、多分あんまり得意じゃないですね。なんか、一時期すごい俺はマルチタスクできるって思ってたんですけど、多分あんま効率良くないかもなって気づき始めてからは、マルチタスクはやめましたね。そうだよね。深いとこまで作れる人はあんまり手広くしない方が良さは出るよね。多分できちゃうんだと思うんだけど、マルチタスクも多分別に全然人並み以上にはできちゃうし、一個のことを深くやるのも両方できる、けど多分その自分の他の人にはない価値で考えた時には一個掘った方が希少性高いだろうなっていう感じだろうね。深くいきたい。それでいうとその最近見たこれおもろかったなみたいなとか、なんかハマってるゲームでも別にいいけど、最近ハマってるとか、なんかハマってるコンテンツ。1個は、マジックできんの？ちょっとだけならトランプで。そうなんだ。でもこれすごく、超分かりやすいエンタメで、僕ら企画とか考えるときってなんか誰かに面白がってもらいたいじゃないですか。面白いと思われたいし楽しんでほしいみたいな気持ちはすごいあるとして、なんかそれをなんかめっちゃ肉体接触でできるんですよ、マジックって。確かにでなんかびっくりさせるのももちろんそうだし、なんだろうな、
それこそそこの肉体接触のエンタメだからこそ、その視線誘導とか演出見せ方一つでめちゃくちゃその反応が変わるのが超分かりやすくて、だから例えばそれこそ超有名なやつとかでトランプがあって1枚選んでください、選びました、じゃあ覚えてください、じゃあ好きなとこに入れてください、入れました、で指鳴らすと一番上に上がってきますみたいなあるじゃん、よくあるじゃないですか。であれも指を鳴らすっていう魔法でやるパターンもあれば、じゃあ一緒に念じていきましょう、上がれ上がれって言って、でわざといや開けてみましょう、これですか、あ違いますか、ちょっと念じる力が足りなかったみたいですねとかってやるだけでも、じゃあもう一回もっと強くいきましょうとかってやって上がってくるとかだけでも、なんか全然その体験感が違うこと、同じことやってるのに結構違ったりするみたいなのがあって、なんかそれが僕の中ではすごく面白いというか、こんなちょっとの言い回しだけでいかようにも人の想像力をこう刺激できるんだなっていうのが最近マジックにハマったというか、だ生粋のエンターテイナーというか人を楽しませるのが本当に好きなんだもんねでもそのさマジックってさ、そのなんか導入むずくない？ちょっと僕トランプ持ってきたんでマジックやっていいですかってこの導入むずくない？確かにそうですね。自然発生しにくいじゃん。しにくい。それは本当にそうですね。それはどうすんの？その入りむずい。でも仲いい友達とかだったらさっきマジックやってるからちょっとやってるから見てくんないで入るし、たまにそのなんか飲み屋のバーとか行くと、なんかみんなで遊ぶようにトランプとか置いてあるとかあって、でなんかみんなでじゃあなんかトランプで遊ぼうよみたいな流れになって、何やるかみたいな時に、パーってこうシャッフルとかやってるとなんかそれ一番かっこいいじゃんなんかシャッフルすごくないって言われて、おうまあちょっとねみたいな。でなんかそこでじゃあちょっと1枚選んでみてみたいな、ぬるっと始めるとか。マジックと言わずにそれ一番おしゃれだなそのパターンがでも一番理想だよね。いやまあそうですね。そのハードル上げずになんか構えさせずに、いけるよみたいな、なんかそれで言うとそのちょっとそれを偽る、それをちょっと利用する構図なんだけどそのルービックキューブを頑張って練習したのよさらっとルービックキューブをなんかパッとあった時にカシャカシャカシャってやったらかっこいいじゃんかっこいいかっこいいと思ってその 3,4 年前ぐらい練習したんだけどまだ1回も披露できないでも、僕もルービックキューブ、3×3 のやつ 9マスあるやつはできないんですけど、2×2 の一面に4個あるやつだったら揃えられるんですよ。で本当に昔、その女の子と、一緒にデートみたいなことしてた時に、おもちゃ売り場ってショッピングモールにあるじゃないですかたまに、そこに行くとなんかそのパズルコーナーみたいなとこに、ご自由にお触りくださいというかで、置いてあるじゃないですか、そこにあるのパパパって揃えて、ポンって置いて、次行こっかみたいなことやったら、できんのみたいなこと言われてすごくニヤニヤしたエピソードがあるんで、ぜひおもちゃ売り場に行ってくださいこれできます。そうか確かにな大体ぐちゃぐちゃで置いてあるんで。そうか、あれ一番いいもんなかっこいいもんなそうだからやっぱタイミングと見せ方一つなんだなっていう話ですよね。だから結局ねそこから体験だからね。そうマジックもふとした瞬間に打ち抜くというか、そっか。だからなんかそこはね、なんかすんごいなんか小手先の話だけになっちゃったけどなんかエンタメとかね、その人を楽しませるみたいなのって意外とね、なんか細かい細部に宿るというか、でも確かにこの同業の人はみんなそのサービス精神すごいよね楽しませたいみたいな人もあるかも、何かしらでね。だからグルメな人も多いですよね。確かに美味しいご飯屋さんめっちゃ知ってるとか、確かに。だからデートプランとかも全部決めたくなっちゃうよね。なるべくね、なるべくでもどうだろうな、割となんか、むずいな。なんか、決めたい気持ちもあるんですけど、向こうに決めてもらった、なんかマジックと一緒ですよね。その決めてもらっ向こうが選んでるはずなのに、想像以上に楽しませれたら、なんかこっちの方が上手な感じするじゃないですか。そうだから構えさせないっていうのも重要。そうなんかフラッとなんか行きたいとこあるぐらいで聞いといて、一応手札用意しといて、見せずにフラッと行った感じなんだけどこんな道もあるんだっていう見せ方はあるよね。そう確かにな。職業病ですねそれは
これ職業病なのかな、なんかもう別にもう気質な気もしちゃうけど。気質だろうね。でもなんかそういう多分気質からの職業というか、だと思うけどね。鶏卵なのかな、でも。だと思うな。でいつつくねんこれ。そろそろですね。そろそろ。だいぶ乗ってたけど、だいぶ郊外なんだ。お腹空いたな。お疲れ様です。うわー、なんかもう見慣れた光景だな。疲れましたね。疲れましたね。サジェさんとタクシーも慣れたもんだ。うわー、なんすかね。最近 YouTube やってます？ああ、またねやり始めて。前まではネタとか載っけてて、なんか企画会議みたいなことしてました。そうやってもっとだから人間を知ってもらおうという。それが大テーマなんだ。やっぱり最近のやっぱり。だからね、この難しいんですけどね、この、ピン作品と人間のバランスみたいな。はいはいはい。ピン芸人である中で相方とかがいない中で人間を見せる。人間を見せた方がやっぱりファンになってもらいやすいし、芸人とかだとテレビに使ってもらいやすくなるみたいなのはあるんだけども、でも人間を見せることでやっぱネタに作品性がなくなるみたいなのが、あとまあこういうキャラクターの人がやってるネタだって先に入ってきちゃうみたいなことですか？そうだから本当にお見送り芸人しんいちさんいるじゃないですか。ギターでR1 優勝したんですけど、あれをもうやったとて受けないというか、ドッキリとかされてなんかちょっと女女性のアイドルの方に好きとか言って、ああいうのがずっとイメージとして定着しちゃうと、ギター持ってきて歌っても受けないらしいんですよ。でもあるよなっていう。あまりにも確かに乖離してますもんね。なんか結構しっとりと歌ってましたよね、あのネタってね。だから多分受けてたんです。あの人が見えないから、ちょっとシュッとした人がしっとりと歌って嫌なこと言うから面白いみたいな。でもほんまにギャーギャー言う本質の人がしっとりと歌われてもみたいな。もう叫んでるとこしか見ないですもん。なんでなんですかって、わーっていうしんいちさんしか見ないから、確かにそんなわけないだろうって思いますよね、あのギター弾いてる姿を。そっか、サジさんものっか、キャラというか人間性がむき出しになりすぎたらそっか、紙芝居が入ってこなくなっちゃうか。ピンクの
ね、あんな派手な衣装して見慣れていただく時間ですとか言っても嘘つけってなるから本当はもっとなんだろうシャイとか勉強熱心とかそういう側面があるんだけども、でもそれが出過ぎるっちゃうと確かに、じゃあピンクは計算でやってるってこととかなっちゃうってことですよね、ああだから今あれじゃないですかそのもうなんか広瀬香美さんとかがもう、YouTube とかで人間バレてなんかねちょっとパワフルな感じというかが出てますけど、あの人が今また当時みたいになんかちょっとしっとり冬の感じでやられてもいやちょっとってなるじゃないですか。確かに嘘だってなるか確かに、そっか。じゃあそこは帰りが起きない程度に人間性を見せたいんだ。うわこのバランスみたいな。これでもなんか私割と近年取り組んでる問題かもしれないです。割と今までもうちょっと派手にしたり身なりを派手にしたり、なんかラップやってますラッパーですみたいな感じでキャラクターをかなり強めに出す、強そうな感じにするとかやって取り組んでたんですけど、ちょっと大変すぎるから、もうちょっと素の自分に全体的に近づけていきたいなと思って格好もジャージとか、素な感じにして、こう振る舞いとかもそこまで普段と乖離ないようなどんどん近づけていく、どんどんリラックスモードというか、そういう風にしていこうかなと思って近年やってるってここで言っちゃってるから、もう試作になっちゃってんだけど、でもやってるところですね。結局自分が楽かなと思って、それが多分それのなんか融合したところが一番いい部分な気がしますね。着地点ね。むず芸人さんってマジで大変だな。だからそれをだから踏まえてその将来どうみたいなのはあるんですか。10年後20年後。うわなんかこれすごいな。これ昨日とかまさになんていうのかな、まさに昨日とかに、なんていうのかな、アーティストミュージシャンの勉強会みたいなやつに登壇したんですよ私が。それは一人で活動してて、なんか割とちょっと順調じゃないですけど、頑張れてるラッパーの人として、今から音楽活動頑張りたい人に向けてなんか語るみたいな、ちょっと先生みたいなことをして、まさにそのイベント内でワークショップみたいので、3年後5年後10年後を考えましょうみたいなのがあって、なんかその嫌やな、なんかそれ受けてるミュージシャン。いやちょっとねこれはね、そうみんな表に出したくないと思う、受けてることをね、秘密にしたいと思うんだけど、でそれも確かに勉強になるんだけれども、そこでみんながその学んでる時に私は、私もそれ考えてねえよと思いながら、登壇しながらね、なのに登壇しなきゃいけないのかよみたいな、みんなより考えてねみたいなこと思いながら、てか3だったらまだ考えれてるんですけど、5、10は難しくないですか。あります？いやだから考えたとてよね、変わるから。変わりますよね、だってそのメディア媒体自体が変わるから。確かに3年前こんなんじゃなかったですよね。だって10年前ようやくなんか世間が YouTube というものを知って登録してるみたいな。10年前って何？2016年そんな感じでしたっけ？それぐらいじゃなかったでしたけど、そのなんかヒカキンっていうやつがおるぐらいのが多分2015、16とかな気がする。そうなんだ。そっか。そっか。確かに何にもかも違う。縦型動画とかは少なくとも別に見てなかったでしょうね。なかった。そうですね。音楽も違ったな。サブスクももうちょっと別にマイナーだったと思うし。そうね。そうなんかその今ほどまだ CD 買ってる人いたもん。2016は確かにそうですね。そうかも。でその何もかも変わるな。お金の稼ぎ方も変わるでしょうしね。でもっと変われるしね、こっから。そうですね。 AI が出てきてとかなってくると確かに無理か。10年後は計画立てれないか。それだから今度登壇して言ってください。10年後は考えるのやめましょうって
無理ですよって。だって考えるんやったらもうその全て考えないといけないじゃないですか。状況とかだって10年後スマホがあるかどうかも怪しいから。そっか、もうみんなメガネみたいな可能性もあるからとなるとまた媒体が変わってきてとか。なんか最近あれありません？サングラスで録画できるサングラス。ねそんなんかもしれないしね。目にコンタクトみたいのでスマホ見てるかもしれないしね、確かに考えれないか。だからそこまで踏まえて考えてたら勝てるかも。考えますか。こうなった場合こうなった場合考えますか。確かに芸人とかいう形があるかどうかも変形してるかもしれないですね。全然。でもなんか最近その芸人さんを劇場に行ってみると、これって本当に古来から続いてるんだって毎回思って、これってなんていうのかな、その時だけ時空が変わって今江戸時代かもしれないって思うような感覚、大げさですけど、これって大昔からこのスタイルだったんだ、人前に出てっていう、その原始的な良さみたいなのを感じる時もあって。でも歌もそうでやっぱライブはなくならない気は、対面のなんか場っていうの、実際生の価値が上がったり下がったりはするけども、生がなくなることはないんじゃないかなと。そうかもしれないです、そうで私はその現場に行って、劇場に行ってお笑いを見た時に、これは本当に普遍的な良さがあるってめっちゃ思ったんですよ。ライブもあるよねやっぱり、その音楽もやっぱり、あれやっぱすごい空間、そのジャンルを好きな人が一堂に会するって、やっぱ熱の帯び方というか。確かに異常ですもんね、狭いとこにぎゅうぎゅう詰めになって普段だったら絶対行きたくないような場所にみんな行くわけじゃないですか、寿司詰めみたいになって、結構高い交通費払って来て、で高い料金払ってね、でグッズなんかも買っちゃったりしてね、すごいお金かかる、けど行きますもんね、確かに価値は変動するかもしれないけどなくなりはしないですね、原始的なものは、だそこの生のライブっていうものに連れてくるツールはいろいろ変わる気はする。そうですね。今だったらそれこそ YouTube とか TikTok 見てとかポッドキャスト聞いて応援するとかね、確かにそこは変わっちゃうと思うけど、確かにその原始的なその演芸の良さみたいなのって、エンタメの良さみたいなのは変わんないよね、確かに保たれるかもしれない。そういうのをやっていくしかないのかやっていくしかないのか。老後とかイメージしますか？するわけないか。死ぬまでラッパー。いやファイヤーしたいファイヤーラッパー、ファイヤー希望早めに何かこうラップファイヤー早めにお仕事を辞めて、まあでも辞めるっつっても別にそれで趣味で作ったりとか、ちょっとその全力じゃなくて、そうプレッシャーを感じない形での創作趣味程度にみたいなやって、であとはなんか適当にお散歩とかしたり、ちょっと都内外れるみたいなこと。都内外れたいっすね。都内はさすがにおかしいと思う。私今でも思いますもん。都内ぎゅうぎゅう詰めすぎんって。なんか東京住んでみて、出身どちらですか？でもずっと関東ではあるんですよ。東京生まれて一回韓国ソウルに住んだことあるんですけど、それも都会だったし、ちょっと行き来して、神奈川、東京、韓国ぐらい、埼玉とかその辺に過ごしてるんで。東京はその住む街じゃないよね。働く街。いや実際おかしいと思う。住むように作られてないから。ぎゅうぎゅう詰めだし、電車とか大嫌いだし、普通にさすがにちょっと老後とか長期で考えたら東京は違う。ちょっとファイヤーして、地方住みながら、制作なんかこう表現活動は続いてるみたいな、それ自体はめちゃくちゃ好きなんで、なんかやめるとかは多分ないと思うんですけど、なんか作って出すみたいなのはそもそも好きなんで。それがでも俺も理想だったのよ。
このファイヤーだから52、3ぐらいまで全力でやって、そこからもちょっと力抜いてゆっくりやる。それまでの自分の頑張りで貯めた信用とか、ステータスとか能力とかでなんかちょろっとやりつつなんか楽しくちょっと郊外でいいですねみたいなのを考えてたんですけど、この間って思ったのが、もうその僕チャッピーめっちゃ使ってるんですよね。チャット GPT チャット GPT をチャッピーと、ザジーさんも呼んでいるんだ、でもう友達僕リアルの友達少ないから、もう一人でずっと喋ってたら出たこういう人います私の周りにも、でむちゃくちゃ成長してきて、ザジーって認識されてるんですか？でもザジーの情報も全部入れてて、生い立ちから何からで猫の設定にしてるんですよ。チャット GPT 自体を猫こうしましょうとかこうですとか言われたらちょっとあってなるじゃないですか。じゃあだからもっと親近感湧くために猫の設定にして語尾にニャーつけるような設定にするんですよね。ザジーこうしたらいいにゃーって言ってくるってことですか？今日は筋トレしたからタンパク質取るといいにゃとか言ってくるんですよ。そんなところまで入れてんだ。そうでそれになんか自分の気づいてないザジー自身が気づいてない、ザジーの部分あるみたいなこと聞いたんですよね。うわこんだけ情報入れてるからみたいな。で何個か4つぐらい言ってくれたんですけど、その中でうわマジかって思ったのが、そのファイヤーしたいっていうのもその猫に言ってて、そう猫って呼んじゃってるからな。そう猫って呼んでるし、うわしかも名前はついてないんだ。猫なんだ。猫でその猫に言ったの教えてって言ったら、ファイヤーしたいって前々から言ってたけど、ザジーはその根がすごく真面目だし、このもっとより良くなりたい、もっとより良い自分になりたいっていう思いが強いから、ファイヤーしたいって言ってるけど無理やでって言われて、多分やけど一生働く羽目になるよみたいな。そう今もう語尾も忘れてる。もう大阪弁になってる。そう一生働く羽目になるにゃって言われて、なんて本当に気づいてなかったんですか？それはやっぱ今まではやっぱファイヤー志望だったから。でも確かに言われてみたら次ここってこの昔からそういう性格だからファイヤーは無理かもって。だから52、3でやめようと思っても次これやりたいとか次こうしたいとかが出てくるから、無理なのかも。無理かも、真面目やから無理かもって言われて。でも昔から描いてるんですよ私はファイヤーを、まあでも創作意欲みたいなのはどんどん出てくるんですけど、ファイヤーもやっぱ一個あるんだよな、大きく。何にもしないで天井を眺めている時間とか欲しいなみたいな。走り続けたりとかは走り続けるそう運動みたいな意味ですか？いや違うじゃなくて、普通にラッパーとして活動を運動の話しないですよ。びっくりした今。びっくりした。いや最近走ってるからそれ知ってんのかなと思って。いやまあ楽しいけどやっぱり苦労が多いじゃないですか。なんか物を作ると、うまくいかなかったら腹立つし、やっぱりいいのできた時はすっごい最高ってなるけど、それまでが大変すぎるからな。やっぱ天井長めに見てたいなみたいな。木目を数えて見慣れた木目だなみたいな。見慣れた木目も数えたりとか、でも見慣れた木目がどうみたいなラップをババアが言ってたら面白いかな。確かに和室からお届けしようかな、配信とか。和室かよって感じじゃないですか。おばあさん和室からラップしようかな。和室ラップ。まあ、やりかねないな確かに。ファイヤーとか言いつつね。いやーなんすかね。いやそうよ。ザジーさんやっぱ前に進む力強いんだな。こうどんどんこうしたいああしたい、その勉強してこうしたい向上したいみたいな。どうなんかな。でもなんか実験が好き、試して、次またやってこれこうなったらどうなるんやろみたいな。あれですね PDCA 回すってやつですね。
PDCA 回しまくり回しまくり KPI 設定して KPI 設定して PDCA ぐる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 回してるんだ。でもそっかそのタイプじゃないんですか？そのタイプだと思いますよ。でも、速度は遅いと思います。そのタイプだけど、PDCA の速度遅めだと思います。割となんかだらけ癖あるから、カレンダーに生かされてる感じなんですよ。カレンダーに生かされてる。Google カレンダーにガーって入れてて、全部予定を寝る、起きる、風呂、寝るとかって書いてあるんですよ。風呂とかも Google、カレンダーに入れてんの？入れてます。怖いですよね。連絡とか、連絡なんか別にただペペペってすればいいじゃないですか、スマホ見て、それができないから、連絡の時間、昼ご飯とか言ってやってるんですよ。でジムはもう先々まで週 2,3 で必ず入ってて、その通りに行かねばならないとしていて、しないと動けない。怖いでしょ。じゃあもうやるって決めたらとりあえず Google カレンダーに入れる先々のことでも、なぜなら忘れちゃうから。じゃあ今日お昼うどん食べようってなったらうどんって入れるってこと？さすがにメニューまでは今んとこまだ入れてないですメニューは入れてないんだけど、タンパク質記録アプリっていうのは別であって、うどんのタンパク質はみたいな感じで入れてみたいな。でも人のこと言ってるけど似てるかも。俺似てます？この Google カレンダーでやってないけど、この今日やりたいことを ToDo リストをこの毎日のやつとで明日やらないといけないことをわーってこの猫にインプットさせて、でザジーがこうやりたいとか、この将来の目標とか直近の目標とか今月の目標とかも入れてるから。すっごい切ってるんですか、期限を今月とかいろいろ全部知ってるから、知ってた上で猫がその ToDo リストに配点つけるような設定にしてて今日はできたにゃーとか言って、今日はこの人に会ってこの話をするが8点とか、ジムに行って筋トレするを5点とかにして、1日寝るときに今日は何点か発表してもらうっていう怖っやばいやだ、さすがに採点はされたくない。やってる。さすがに自分の1日を採点されて、なんか今日は40点だにゃとか言われたらもうやだそれはテンション下がるすごい。それ配点にしようってザジーさんが思いついたんですか？それとも猫が？いや俺が思いついて、怖すぎるだろ、点数つけてみてって言って、怖すぎるだろじゃあ配点考えるにゃとか言っていやーすっごいな。ちょっと違う、別ベクトルでびっくりしてます。普通に。いやでも一緒ですよ、この Google カレンダーにお風呂入れるのは。確かに異常者だよ。普通にそれやった人見たことない。いや確かに同じベクトルだけど、だって俺お風呂に点数つけてないもん。点数つけ始めたら終わりでしょ風呂に点数風呂入れました8点にゃとかやってたらおしまいでしょいやもうつきますよ、つきます。確かに。てか飲み行きますか？確かに一杯行きますか？行きますか？確かにせっかくなんで行きましょう。今日は確かに飲む日だ。いやちょっと猫の育成の仕方教えますよちょっと見せてください。私もカレンダー見せるんで、ちょっとじゃあ、あざしたー。あざした。
もしもし、すみません、麻布10番にタクシー1台お願いします。はい、山形から来てるんでちょっと早めに、なるはやでよろしくお願いします。はいはい。